疲れ様です。とうこです。最近さ、昼顔ってドラマを見始めたの。知ってる？ 2014 年のドラマなんだけどさ、多分当時話題になってた記憶があるんだけど、なんか私テレビ禁止系の家だったから、その影響なのかあんまりテレビドラマを見てきた人生ではなくって、だから初めて昼顔を見始めたんだけど、ドロドロ不倫ドラマってことはさ知ってたんだけど、なんかさちょっと絵描き的にうわーってなったシーンがあって、まず男性の絵描きアーティストの方が出てくるのね。でその男を狙いに来た不倫女がいるのよ。でその不倫女が狙ってるアーティストの方のアトリエに行って絡んでるわけよ。でそのアーティストがさせっせとキャンバスを作ってるわけ。それでその日は不倫女すごすごと特になんかせず帰っていくんだけど、見送った後にふと自分が作ったキャンバスを見たら、その不倫女がさもうなんか濃いスケベな紫色の絵の具で連絡先を書いちゃってて、もう私その瞬間さやめてって思って、せっかくこれから各キャンバスに濃い絵の具で塗られると消すの大変だからやめてって頭抱えて、もし私が2014年に見たとしたら気づけない部分だなって思った最近友達がうちに来て絵を見てくれて、その時この1メートル弱の作品も出したんだけど、せっかくならしまわずに出しとこうと思ってそのままにしてるんだけど、やっぱいいっすね。なんかさやっぱ励まされるんだよね、自分の絵に。最近もさもう話すのもくだらなさすぎてはばかれるというか、それぐらいくだらない喧嘩をずっとしておりまして、私はもう朝食ボイコットをしてるんだけど主婦の静かな反逆って朝食ボイコットだよね。そう、それで最近しょんぼりしながらキッチンに立ったりしてるんだが、この自分の女の子と目が合うとさ、いやこの子は私のことをちゃんと見てくれてるって気持ちになってね、涙が引っ込むんですよ。でも私やっぱいつもこうなの。今回もなんか友達に電話して話聞いてもらおうかなとかちょっと思ったけど、本当にくだらなさすぎて大変な悩みを抱えてる友達もいるから、なんか私ごときのくだらねえ悩みを話して、そんなことで悩んでるのって思われたらどうしようとか、失礼なことを考えちゃって話せないんだなって、悩み相談が一切できないんだなって思った。結婚してからというか人と暮らし始めてからの喧嘩ってさ色気がないのよ。だからすっごいストレスなんだなって思ったの。例えばさ付き合ってる段階での喧嘩って、あんまり行ったことないけど、一緒に歩いてた女誰みたいな行ったことないわ。行ったことないけどさ、そんな洗剤の詰め替えがどうとかでさ喧嘩しないじゃん。より一緒に暮らしてなきゃ。だからロマンチックな喧嘩なんだよ、付き合ってる時は。だけど一緒に暮らしたら生活すぎてさ、なんか喧嘩の内容がダサいのよって思ってどうしたもんかね。でも本当まだ結婚2年目そこらだから諦めたくなくて、すり合わせというかするけどさ、相手を変えるなんて難しいから、そのアズーが俺変わらなきゃって思ってくれなきゃ無理だからさ、なんかそれがうまくいかなかったら一生このままかとか思って泣いちゃうかもですよ。つんくさんの歌詞で浮気ならそれなりに許すつもりだった、プライドを傷つけたあの日は許さないって歌詞があるんだけど、それさ私昔はさ浮気より許せないことってあるとか思ったけど、今ならその意味がわかる。いろんな気持ちを勉強するとね、歌詞がより心に染みるからいいですよね。ここは私のパソコンスペースなんだけど、私の動画をめっちゃ見てくれてる人だったら気づいてたかもしれないけど、ここにねカレンダーがあって、ピアノちゃんの可愛いカレンダーがあって、たださやっぱ動画で映るとなんか違和感と思って、この自分の作品を、これは S85 ぐらいかな、 455mm とかだったかなを、これは薄くて軽いからかけられるんじゃねと思ってかけてみたらさ、すごいちょうどよく
目隠しにもなるし、作業監視人にもなるし、めっちゃいいと思って、ようやく自分の絵を飾ることができて嬉しい。この画鋲は港南で売ってた耐荷重1キロのものかなで、賃貸対応してるやつ、かわいい。前に人様のルームツアー見てた時に、部屋の中のインターホンが生活感があるから嫌ってことで、インターホンの上にキャンバス作品を引っ掛けてる人がいて、それめっちゃいいアイディアと思って、目隠しで絵を飾るっていう方法。最近ポッドキャスト聞いてて、好きなことって何って話になってて、その好きなことっていうのが趣味とかそういうことじゃなくて、どういうこと、どういう行為が好きかみたいな話だったのがすごく面白くて、私の好きなことってなんだろうって考えたんだけど、もちろん絵を描くことも好きなんだけど、絵を描くこと以外で好きなこともたくさんあるなと思って、その共通点を考えた時に、私集中することが好きなんだなって思って、私の中で集中って言い方があれなんだけど、トリップしてる状態に近いの。意識飛ばすっていうか、その状況を求めてる。それで最近私、副業っていうか、いや副業とも言えないぐらい本当にちいこい、私はインターネット内職って呼んでんだけど、インターネット内職を始めたのね。データ入力とかクラウドソーシングサイトでそういう簡単な内職を始めたんだけど、そういうデータ入力の仕事ってさ、誰でもできますって謳われてるのね。でそれぐらい簡単なんだけど、莫大な量をこなさないとまとまった成果が得られないわけ。でも私そういう作業大好きで集中できるから、結構人一倍爆裂な量を短時間でこなすことができるんだけどさ、ふと気づいたんだけど、好きなことを極めたらそれ得意なことって言えるのかもと思って、最初はそんな誰でもできる仕事をさやってる自分ってって思ってたけど、その中でもさ、いやこんなちまちました作業無理だって嫌いだってなる人もいるわけで、みんながみんなこの作業好きだなって思えるわけじゃないから、そうなると自分これ得意なことって胸張ってもいいのかもと思って、そういう気づきが最近はありました。でもインターネット内職さあ、なんで今このタイミングでやってるかっていうとさ、結婚して主婦絵描きっていう生活がそんな肩書きだっけが始まった時に、闇バイトが話題になってさ、怖くなって、もう少しいろいろ対策が練られてからやろうって後回しにしてたので、最近いろいろ相談に乗ってもらったりして、あ、今やろうと思ってせっせと応募して、でも私経歴も資格もなんもないから、とりあえず片っ端からいろいろ応募してて、で一つさ、なんか条件がいいなっていうのがあったのね。仕事内容は動画チェックのスタッフだったので、私その時本当片っ端から応募してたから、応募しても返信ないっていうのが大体普通だから応募しまくってて、それもとりあえず応募だけしようと思って応募したので、あれよあれよと面談することになって、あ、これ怖い話ねでその後にしっかりその仕事内容を見て、動画チェックか、これワンチャンアダルティー説ないと思って、アダルトの可能性あるなと思いながら、そんなことは1ミリも仕事内容に書かれてないし、何よりそのサイトってそういう仕事禁止だからダメなの、ルール違反なの。一応その企業名を調べたり、その企業が他に募集してる仕事も見て、あんまり怪しそうじゃなかったのよ。ちゃんとれっきとした媒体用の仕事ですって説明があったりして、もしかしたら大丈夫かもしれないし、もしかしたら成人向けかもなと思いつつ、面談に臨んだらさ、その面談に出てくれた綺麗なお姉さんだったの。それで綺麗なお姉さんがおずおずと、一部アダルトなものもありましてって言われて、絶対一部じゃねえだろうと思いながらそれはもう丁重にお断りしたんだけど、でも結局面談までやっちゃったしさ、ああと思って、これがもしかしたらいけない仕事の入り口な可能性だってあんだよなとか思って、なんかそう怖くなったっていう話皆さんも気をつけてください。やっぱ多分インターネットに転がってる動画チェック系の仕事って多分大体そっちだね。なんかさ、私 YouTube の動画アップしてるからさ、動画チェックのバイトってありがたいなとか思っちゃってたんだよね、正直。普通の動画チェックのバイト必要だろうって思ってたからさ、締めの話題がこれで大丈夫か。みんなも気をつけてねはい、ということで、じゃあ
今日はこちらで終わります。じゃあ皆さんも闇バイトにはくれぐれもお気をつけください。じゃあ今日もありがとう。また来週。